さあ、始まりました。夏尾館長のムービームービング。今回は、スタジオジブリ、宮崎駿の最新作、君たちはどう生きるかを連続して語っていく第7回目の動画になっております。この番組は、ムービーがムービングしていくということで、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。前回の動画の中で映画というのはポルノ映画とアート映画という2つの映画に分類されるということをお話をしまして、この君たちはどう生きるかという映画はアート映画であるということをお話ししました。今回はその内容を踏まえた上で物語の冒頭から30分までの A パートについてですね、徹底的に物語をさらっていくという内容になっております。その物語をさらっていく中で各カットに登場するモチーフであるとか第5回までの予習編の中で僕が予想していた内容が当たっていたのかどうかとかそういったことを含めながらですね物語の A パートをさらっていきたいと思うんですけども、今回からはもうゴリッゴリのネタバレありになりますので、基本的にまだこの映画を見ていない人はですねこの動画を見るのをやめてください。自己責任でこの続きを見ていただきたいと思います。そういった形でこの映画の物語をさらっていく中でですね、ここの部分については次回以降の動画でお話ししますという伏線を今回貼っていきたいと思うんですね。それを今回の A パートから次回の B パート、C パート、D パートまで全部行った上で一つずつ深掘りしていく動画を作っていきたいと思っています。そして一つだけご注意していただきたいのがですね、今回の君たちはどう生きるか、もうね、画像などが全然拾えないので、ほとんど参考になる画像が出せない状態で僕が喋っていくことになるので、いつもの動画と比べて、このね、動画のね、絵的に面白くないと思うんですよ。僕がただひたすら喋ってるだけみたいなことになっちゃうので、そこだけね、ご留意いただければと思います。それでは、この君たちはどう生きるかの A パート、冒頭の始まりから30分までの地点についてお話ししていきましょう。A パートは題しまして、空襲と疎開、新しい母との暮らし、そして起こる異変ということでお話ししていきたいと思います。まずね、映画が始まりますと、東京の夜の街にサイレンが響き渡るんですね。これは僕の予習動画のところで予想していた空襲が発生するんですよ。そこで主人公、牧真人はですね、お母さんが入院している病院が焼けているということを聞き、お母さんの病院の方へ人混みをかき分けてずーっと走っていくところから始まるんです。その空襲のシーンが終わりまして、主人公の声でナレーションが入るんですけども、その中で戦争開戦から3年目にお母さんが亡くなったということ、そして戦争開戦から4年目に田舎の方に主人公とお父さんが疎開をするということがわかるんですね。そこでタイトルが君たちはどう生きるかという形で出るわけです。このナレーションからお母さんが亡くなったのは戦争開戦が1941年で1944年にお母さんが亡くなっているということがわかることと、終戦の年でもある1945年にお父さんと自分が田舎に疎開をしているということがわかります。それから疎開先に着くと夏子という綺麗なお姉さんが現れまして、これがですね、空襲で焼けて亡くなってしまった真人のお母さんの妹であり、お父さんの新しい再婚相手になるわけです。その再婚相手であり、お母さんの妹である夏子のお腹の中にはですね、新しい命が宿っているんです。これについてはですね、疎開先にも行った時に、夏子のお腹の中に臨月を迎えているお子さんが中にいてるということはですね、疎開する前、つまりお母さんが亡くなる前からお父さんと夏子は関係を持っていたということになるんですけども、このあたりはまた次回以降の動画で解説をしていきたいと思います。そして疎開先の新しいお家に着いたんですけども、真人が見上げると疎開先の新しいお家の屋根の上にですね、アオサギが1羽止まってるんですよ。そのまま夏子と真人は廊下を歩いていると、そのアオサギが家の中に入ってきて真人の前を横切って飛んでいくと。これが第1の異変、アオサギとの出会いになるんですね。大きなお屋敷の長い廊下をずっと進んでいくと、今回の重要人物でもある7人のおばあさんというの
が登場するんですけども、おばあさんたち何をやってるかというと、父が持って帰ってきたお土産のカバンに群がってるわけなんですよ。そのカバンの中にはもう数々の贅沢品が入っていて、それをおばあさんたちは物色して大変喜んでいるというところが始まるんですね。これは終戦間際に非常に逼迫した状況だったこの日本ですね。その中でタバコとかコンビーフとか高級品、贅沢品が手に入るということは、お父さんがゼロ戦のコックピットの部分を作っている工場の経営者であり、戦時中にも何不自由なくですね、暮らすことができていた宮崎駿本人の幼少期と重なる描写になっているんです。続いてその後ですね、真人は自分の部屋にたどり着くと、もう旅の疲れからかもう眠りに落ちてしまうんです。その眠ってしまった真人を夏子はじーっと長い秒数をかけて見つめて去っていくんですけども、その後、真人は夢を見るんです。何の夢を見たかというと、体験した空襲の夢を見てるんですね。その時に夢の中で炎に包まれている自分のお母さんが、真人さよならっていうことを言って消えていくんですよ。そして真人は目に涙を浮かべながら目が覚める。この地点から主人公の真人くんは自分が体験した空襲の夢を何度もフラッシュバックするということが始まります。その度に夢の中の焼けていくお母さんが自分に声をかけるんですけども、これは第5回までの予習編でお話ししたアイルランドの児童小説、失われた者たちの本っていうのがあるんですけども、その中の母を失ってしまった主人公が空想の世界からの呼び声が聞こえ始めるという部分と全く同じ構成になってるわけです。そして目覚めた真人くんはですね、自分の住んでる家の前にね、大きな川が流れてるんですけど、その大きな川の方に歩いていくとですね、例のアオサギがいてるんです。そのアオサギに注目していると、アオサギはバーッと飛んでいってですね、森の奥にそびえ立っている不気味な塔の中に入っていくんです。これが2回目のアオサギとの遭遇ですね。この不気味な塔に飛んでいったという不気味な塔自体もものすごく意味深な塔になっていて、それはまた次回以降の動画で解説をしていきたいと思います。物語を続けていくんですけども、真人くんはアオサギを追いかけてその塔の方へ向かいます。そして塔に着くと、塔には埋められている入り口があって、その埋められている入り口の中に真人くんは無理やり入っていこうとするんですね。一方、家の方では真人くんがいなくなったということを気づいてですね、夏子さんとおばあさんたちが真人さんという感じで呼びかけながらですね、真人を捜索してるんですよ。その夏子さんたちに真人くんは見つかってですね、家に帰ります。ここでおばあさんたちがですね、その道のことを埋めといたのにノーって言うんですけど、その発言からおばあさんたちがこの屋敷で働き始めてから、この塔の入り口を埋めたということがわかるわけです。そしてその夜、夏子と真人くんは会話をするんですけども、この会話の中で、その不気味な塔は母方の大叔父が建てた建物だということがわかるんです。大叔父というのは、つまり夏子のおじさんにあたる人ですね。それから寝床についてなかなか寝つけない真人くんは、こっそり自分の部屋を抜け出して廊下に出てみると、再び空襲の体験がフラッシュバックします。そうしていると、入り口がガチャッと開いて、父が帰ってきてですね、夏子さんとキスをするんですけど、そこでちょっと気まずくなって、真人くんはこっそり自分の部屋に戻ります。この2回目のフラッシュバックはですね、焼けていってるお母さんが真人くんに語りかけるんですけど、その語りかけるのは、真人くん助けてって言うんですよ。そういった形で、死後の世界のお母さんから真人くんは助けを求められ始めるんですね。その翌朝、お父さんと夏子がキスをしてるところを目撃してしまった真人は、すごくよそよそしい感じで朝食を終えるんですけども、その日ですね、真人くんは転入先の学校に初めて行く日だったんですよ。それをお父さんがですね、学校に車で乗り付けて真人を送って、その車を見せつけるんだということで意気込みまして、真人くんは他の生徒が見守る中、誰も持ってない車で学校に到着するんです。これは周りの生徒たちがそんな車を持ってるみたいな裕福な家庭の子ではなくて、その子たちに対してお金持ちアピールをするみたいな行動になってしまうんですね。ここから真人の父は真人のためではなくですね、自分のために他の人に車を持っているということを見せつけるということをしてしまう自己中心的な父親であるということがわかります。
それは宮崎駿の父がですね、配線職が濃厚になっていく中で自分の会社は儲かっていくということをすごく嬉しそうにしていたという宮崎駿本人の原体験と重なるところなんですね。そして、その学校からの帰り道ですね、真人くんは農作業をしている地元の子供たちに囲まれてリンチを受けるんですよ。で、リンチの怪我自体は大したことがなかったんですけど、真人くんはその後家に帰る途中ですね、落ちている鋭利な形をしている石を自分の頭にバーンと打ちつけて、ものすごく流血しながら家に帰るんですよ。これは真人が学校に行って大きな怪我をして帰ってきたということで、自分の父親が激高して学校の他の子供たちに自分の父親が復讐するということを読んだ上での行動であり、学校に行きたくないと思っている真人は学校に行かなくていい理由を自分で自分を傷つけて作ったということにもなるんです。これが主人公真人くんが抱えている悪意ということになるんですけども、この部分についてはまた次回以降の動画で解説をしていきたいと思います。そして真人くんが流血して帰ってきて、おばあさんたちは慌てて真人くんのこの怪我を応急処置をすると。そしてそれを聞いたお父さんも急いで家に帰ってきて、真人くんを詰めるんですね。その詰め方というのは、誰にやられたんだとか、相手を懲らしめてやるという、ものすごく怒りに満ちた詰め方をするんですけど、真人くんは転んだだけだということでしらばっくれます。これも父親の自己中心的なプライドが元になっている怒りであり、子供が傷ついて帰ってきたことに怒ってるのではなく、自分の子供が傷つけられたことに怒っているという表現になっているわけです。そしてそれを読んで自分で自分を傷つけているという真人くん自体も善人ではないということがわかるんですね。これは風立ちぬの主人公堀越二郎と同様ですね。この主人公のことをあまり感情移入せずに否定的な目でも見てくださいという宮崎駿のナビゲートでもあるんです。そしてそんな夜が明けて、翌朝ですね、真人くんは寝ていて目が覚めるとですね、開いている部屋の窓からアオサギが顔を出してですね、真人、助けて、お母さんって言うんですよ。そうやって真人しか知らない言葉を使って真人を挑発します。これがその後につながる第3回目のアオサギとの遭遇。それまで不思議な雰囲気をまとっているアオサギだったものが人の言葉を話し始めるんですね。これは予習編の第2回の動画でお話ししたアオサギ日という妖怪の役回りになっていて、この A パートの次ですね、B パートの方で真人に災いを運んでくるという役回りをしていきます。ちなみに、その第2回の動画でお話ししたように、タヌキやキツネのようにアオサギも化けることができるということで、普通のアオサギの見た目をしている時もあれば、それを変化させることもできるというキャラクターになっています。そんなアオサギに挑発された夜ですね、真人は怪我が原因だと思うんですけど、発熱をして医者の診察を受けます。熱に苦しんだ翌朝ですね、真人は目が覚めると屋根の上にアオサギの気配を感じて、その前の日の挑発がありますから、真人はですね、木刀で武装をして家の前の川のところへ降りていくんですね。その川でまたアオサギと遭遇するんですよ。お前は何者だということで問い詰めると、お待ちしておりました。あなたの母上はまだ生きています。母上のもとにご案内しましょう。失礼ですが、あなたはお母様のご遺体を見ていないでしょう。という風に挑発をまたしてですね、それと同時に嵐のような風が吹き上げて、様子がおかしくなってくるんですね。それで川の中からどんどんカエルが出てきて、おいでくだされ、おいでくだされとか言いながらカエルが真人の全身を包みます。で、とても危険な状態です。ここで真人が後でファンタジーの世界に誘われるということを示唆する直接的な表現になっています。そこにですね、弓で武装をした夏子が登場して、夏子はアオサギの方をめがけて弓を放つんですよ。この時放った矢のことを注目して見ていただきたいんですけども、矢というのは先端が尖ってるもんなんですけど、夏子が放った矢は先端が二股に割れてる矢なんです。これはカブラ矢という矢なんですね。カブラ矢というのは先端が2つに割れていて、撃った時に
音が鳴るんですよ。これは誰かに情報を伝達したりとか、何かを知らせるために放つ矢であり、アオサギに対して夏子が全く殺意を持っていないということがわかるんです。なぜ自分の息子を守るために殺傷能力のある矢をアオサギに放つのではなく、カブラ矢という何かを知らせる時のための矢を使ったのかと言いますと、それは次回以降の動画でお話をしていきたいと思います。以上がですね、冒頭始まってから30分地点までの物語 A パートになります。まとめていきたいと思うんですけども、A パートの冒頭は戦争による空襲で真人とその父が疎開をするというところから始まります。その空襲でお母さんは亡くなってしまって、疎開先にはお母さんの妹である夏子が待っています。その夏子はお父さんの再婚相手になってるんですね。そんな夏子と共にですね、新しい疎開先での暮らしが始まるんですけども、真人の周りではですね、だんだんと異変が起こってくると。そして A パートの最後には、おいでくださいませ、おいでくださいませというところで、B パート以降の展開を示唆する内容で A パートっていうのは完結しています。この A パートが、この君たちはどう生きるかという物語全体の土台になる部分になっているので、すごく重要なんですけども、この A パートの中で注目していただきたい5つのポイントがあります。1つ目は、宮崎駿の幼少期の体験とかなり重なる部分が多いということ。2番目は、自分の居場所がない真人と両親の複雑な関係。そして3番目は、真人は決して善人ではなく悪意を持った人間でもあるということ。そして4番目は今までの宮崎駿の映画とはまた違ってですね、森や川のような自然描写を美化せずに生々しくあえて描いているというところがポイントになっています。こちらについてはまた次回以降の動画で解説をしていきたいと思います。そして5つ目のポイントですね。5つ目はちょっと見どころみたいな感じなんですけど、今回エヴァンゲリオンの作画監督を務めている本田武が絵を描いているという面積が大きくてですね、止まっている絵はジブリっぽいんですけど、動いている絵はエヴァっぽいと。この見たことがないジブリ作品の映像表現については注目して見ていただきたいと思います。以上がですね、A パートの注目ポイントなんですけども、この君たちはどう生きるかという映画の企画は当初ですね、宮崎駿の自伝であるということからですね、後半につながってくる重要な要素を入れ込みながら描いていること自体は宮崎駿の幼少期の原体験に基づいたシーンが多いということなんです。その宮崎駿の幼少期の原体験をですね、たっぷり30分かけてじっくり描いていくのがこの冒頭の A パートなんですね。それからですね、次回 B パートの話をしていきたいと思うんですけども、次回 B パートは居場所のない少年と消える夏子、そして少年は死後の世界に吸い込まれていくという B パートになります。次回の B パートで描かれるのは、さらに詳しく描かれる疎開先での暮らし、徐々に様子がおかしくなっていく夏子、不気味な塔とアオサギに惹かれていってしまう真人、B パートラストでファンタジーの世界に吸い込まれるという内容になっております。今回の A パートだけでも、今回語れなかったたくさんの語りたいことが含まれているんですけども、そういうのを D パートまで物語をさらった上で、片っ端から回収していきたいと思うんですね。なので、今回は伏線を張り巡らしながら A パートの内容をさらっていきました。次回ですね、B パートの解説も楽しみにしてくださいということで、ぜひですね、この動画に高評価ボタンとチャンネル登録をいただいて、この活動をですね、応援していただければと思います。ということで今回以上になります。皆さんご来場いただいてありがとうございました。